皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。ミカエリスメンテン式は酵素反応の速度式です。本式は実験データに基づき推定された酵素反応機構に対して導かれました。よって本式にはその特徴が含まれています。今回は過去の動画で取り上げた内容をおさらいするため、ミカエリスメンテン式に含まれる特徴についてお話しします。酵素反応が次の機構で進むと仮定します。ここで E は酵素、S は基質、ES は酵素基質複合体、P は生成物を表します。すなわち酵素は基質と複合体を形成した後、生成物を生じます。反応の前後において基本的に酵素には変化がありません。酵素は触媒として何度も使われます。また複合体形成は可逆的であり、一方複合体から生成物の生成は不可逆的であると仮定されています。さらに複合体 ES から酵素と生成物の複合体 EP への変化は無視されています。この反応機構に従うと、ミカエリスメンテン式を導くことができます。ここで V は反応速度、S は基質濃度、K プラス2は速度乗数、E は酵素濃度、VM は最大反応速度、Km はミカエリス乗数、T は時間を表します。式中の文字記号の頭文字はすべてイタリックであることに注意してください。これは文字記号に数値が割り当てられることを意味しています。2式を効率よく導く方法については第3章3-2の動画を視聴してください。このような式を記憶に留めるには式の関数関係をチェックするのが良いですね。例えば基質濃度 S が増加すると反応速度 V はどのように変化するかなどを考えます。これを図で表すと次のようになります。すなわち基質濃度の増加とともに反応速度は増加し、やがて一定の値を取るようになります。それでは問題です。皆さんはこのミカエリスメンテン式の特徴をいくつ挙げることができますか？以下では順番にその特徴を挙げていきます。特徴1、基質濃度が低いとき、反応速度は基質濃度の増加とともに直線的に増加する。この時の反応次数は1次である。特徴2、基質濃度が十分に高いとき、反応速度は最大となり、一定値 Vm を取る。この時の反応次数は0次である。特徴3、最大反応速度が半値である時の基質濃度はミカエリス乗数 Km に等しい。特徴4、基質濃度を一定とし、酵素濃度を増加させると反応速度は直線的に増加する。ここまでの特徴は酵素反応に関する本におおむね書かれていますね。これからは私が考えた特徴を挙げます。
特徴5、基質濃度がミカエリス乗数と等しい時の反応次数は 0.5 次である。この特徴については第3章3-7の動画を視聴してください。特徴6、ミカエリスメンテン式を無次元化した線形化式は勾配が1、切片が1である。これにより酵素反応がミカエリスメンテン式に従う実験データはすべて1本の直線上に乗る。この特徴については第3章3-8の動画を視聴してください。理解が深くなると思います。特徴7、ミカエリスメンテン式は基質分子数が酵素分子数より十分多いという仮定の下で導かれた近似式である。本式の誘導と特性については第3章3-11から3-13の動画を視聴してください。細かなことを挙げればもっと多くなると思いますが、以上がミカエリスメンテン式の特徴です。特徴5から7については式の誘導を行うなどして理解してみてください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。